こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、新記録を樹立しすぎた若き天才北米レーサー、グレッグ・ムーアの生涯と、最後のレースとなった1999年カート最終戦マルボロ500事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。マルボロ 500？ それ絶対インディ500みたいなオーバルトラックのレースよね？オーバルトラックってやっぱ怖いわ。平均時速300キロ以上だからな。壁面クッションの改良とかドライバー保護スクリーンをマシンにつけたりとか、近年は安全策も頑張ってるがな。グレッグ・ムーアはオーバルトラックこそ得意だったんだ。超高速でも壁ギリギリを攻められる技術、目を持っていた。これから解説していくぜ。頼むわね。グレッグは1975年4月22日生まれ、カナダ出身だ。3人兄弟で、父親はクライスラーのディーラーを経営していた。車に囲まれて生活してたのね。6歳の時にカートを買ってもらい乗り始める。10歳の時には草レースに参加したりカートクラブで技術を学んだりした。その頃グレッグはアイスホッケーにも夢中になっていた。住んでいたメイプルリッジ市でアスリートオブザイヤーを2回獲得。カナダ、ブリティッシュコロンビア州の州大会でも優勝。プロを目指せるレベルだった。だがカートとアイスホッケー、両方のプロを目指すわけにはいかない。14歳の時に父に問われ、グレッグはカート1本を選んだ。1989年、1990年と北米エンドゥーロカート選手権で優勝。1991年、16歳の時にフォーミュラフォード1600に参戦。優勝1回でルーキーオブザイヤーを獲得している。1992年は全米での転戦となるフォーミュラフォード2000にフル参戦。オーバルトラックが特に強く、8戦で4勝。チャンピオンとルーキーオブザイヤーを獲得した。どれも参戦した年にいきなりチャンピオン取ってる？なんか負けなしね。そしてとうとう1993年、まだ17歳の時だ。北米ドライバーとしての一つの成功である、インディーライツの参戦を決めた。インディーライツは北米最高峰のフォーミュラレース、カートのカイレースリーグだ。ここで活躍できればもう次はカートが待つだけだ。北米最高峰の一歩手前、インディーライツ27歳で挑んだのね。早い。17歳は確かに早すぎた。まずライセンスの問題だ。SCCA スポーツカークラブオブアメリカからライセンスが発行されなかったんだ。インディーライツ出場もう終わった？これに対しては父親がスポーツカークラブオブアメリカと交渉に交渉を重ね、なんとか出場を認めてもらえたんだ。だが問題はまだあった。実績はあったがまだ17歳のグレッグにシートを渡すチームはなかった。チームないの？もうダメよやっぱり。チームがなかったら自前のチームを作るしかない。やはり父親が奔走した。人材やマシン、消耗品などにかかる多額の資金はクライスラーのディーラーを担保にして調達した。グレッグの父は時にコーチ、時にチームマネージャー、時に金融屋としてあらゆる面でグレッグをサポートしたんだ。お父さん素敵すぎませんか？こうしてグレッグは1993年、17歳でインディーライツに挑む。チーム名はグレッグ・ムーアレーシング。挑戦であり、家族の全てを投じた賭けでもあった。映画でしょこれ。挑戦1年目、64ポイントを獲得して総合9位に入った。第5戦、オレゴン州ポートランドのレースでは3位で表彰台にも初登壇することができた。なおインディーライツはシャーシ、エンジン、タイヤ、どれも指定がありライバルとは全くのイコールだ。資金力があるから強い、資金力がないから弱い、はないぜ。ってことは実力の総合9位なのね。さすがにここまで登ってくるとライバルも強者揃いなのね。まあでもグレッグは資金難だったからタイヤの消耗を極力抑える走りを強いられ、交換もかなり使い込んでからだったらしい。苦労しながら走ってたのね。それで表彰台に登れたのはすごいわ。ここからはいつものグレッグだった。挑戦2年目、1994年だ。開幕戦のフェニックスグランプリでいきなり優勝。きたー。フェニックスレースウェイはグレッグ得意のオーバルトラックだった。この時18歳。カート、インディーライツを含め最年少優勝だ。関係者の見る目は一気に変わった。グレッグの取り合いが始まった。グレッグは自前のチームで参戦している。派閥の忖度も契約の縛りもない、交渉しやすい状態だ。グレッグはフォーサイスレーシングと契約した。中堅どころのチームだ。最年少優勝の才能あるドライバーでも、トップチームは拾ってくれないのね。まあチームにはいろんな都合があるからな。複数年契約のドライバーをたくさん抱えてたらたとえグレッグを迎え入れても座らせるマシンがないとか。なるほどね。フォーサイスレーシングは空きがあったのね。ああ。カナダ人のジャック・ビルヌーブが抜けるんだ。カナダ人ドライバーを探しており、
グレッグがぴったりだった。話を戻そう。1994年は家族体制で挑んだ最後の年だ。開幕戦以外でも2勝して計3勝。総合3位の成績を残した。そして1995年、フォーサイスレーシングへ移籍した。父親がレースのために背負った借入金などはチームが生産してくれた。この1995年はもうタイヤをケチって使わなくてもいい。3年目にしてようやくライバルとイコールコンディションで勝負できる状況になった。その結果、グレッグ、チャンピオン獲得、しかも年間優勝回数更新。すごすぎるんですけど、グレッグは12戦でなんと10勝した。これまでの記録はポール・トレイシーが作った14戦9勝だ。勝率が異常すぎるでしょ。多分ドライバーとしての実力は最初から圧倒してたのね。チームが変わってこれだけ勝てるなんて、オーバルトラックでは負けなしだった。落とした2戦はコーナーの多い市街地コースで、それも2位と5位だ。インディーライツではもう敵はいない。1996年、いよいよグレッグは北米最高峰のカートに挑戦する。カートのマシンは規定の範囲内で組み合わせ自由だ。ドライバーだけではなくマシン、チームの総合力が問われる。フォーサイスレーシングでは、レイナードレーシングの車体にコスワースエンジンを積んでいた。マシンの戦闘力はトップ勢には及ばなかった。しかしこれで勝負するしかない。この1996年、グレッグは3回表彰台に上り総合9位だった。最高位の2位を取ったのはナザレスの、やはりオーバルトラックだった。新人としては総合2番手。ルーキーオブザイヤーは F1 から転向してきたアレックス・ザナルディが持っていった。デビューイヤーで総合9位はすごいわよ。北米最高峰で、F1 の選手も行き来してるんでしょ？しかもマシンは決して速くないのに。ああ。翌1997年は成績をさらに伸ばした。世界最古、1905年から歴史があるサーキット、ミルウォーキーマイルのレースでカート初優勝。もう優勝しちゃった。やはりコースはオーバルトラックだった。この時22歳。なんとあるアンサージュニアの記録を19日短縮するカートの最年少優勝記録だった。記録樹立しすぎでしょ。レース界の藤井聡太ね完全に。この頃、グレッグ・ムーアは完全にジル・ビルヌーブやジャック・ビルヌーブに続く、カナダの英雄的な存在になっていた。この1997年は優勝2回で、昨年と同じく総合9位だった。優勝、もう1回したのね、大活躍。続いて1998年。開幕戦のマイアミでまたグレッグがやらかした。22歳10ヶ月、ポールポジションの最年少記録を樹立してしまった。また記録更新、どんだけよ。マイアミもオーバルトラックだ。パワーで不利だとオーバルトラックこそ勝ち目なさそうだが、それをひっくり返せる段違いの技術をグレッグは持っていた。普通は逆よね。アイルトン・セナ選手とか、マシンが弱かったトールマン時代、高速コースだと全然ダメで、モナコみたいな市街地コースでこそ前線してたイメージだわ。この1998年は計4回のポールポジションを獲得。優勝も2回あって総合5位だった。2回の優勝のうち1つはなんと US500。これはインディーレーシングリーグが要するインディー500の対抗馬として作られた、カートで最も大きなレースだ。カート最大のレースで勝利。そして最後、1999年を解説しようか。フォーサイスレーシングで5年目。カートフル参戦4年目だ。このチーム5年目なのね。結構長くない？ 5 年契約だったんだ。つまりこの年が最後だ。グレッグは優勝でチームに恩返ししようと奮闘したが、マシンの差が大きくなかなか勝てない。1999年は最終戦の手前まで進んで、開幕戦のマイアミで挙げた1勝のみだった。いや最高峰カートでの1勝って十分すごいでしょ。グレッグはレースしながら次のチームを模索。シーズン中盤にグレッグはなんと、競合チームペンスキーと翌年の契約を結んでいた。グレッグのこれまでの活躍は十分認められていたし、チームペンスキーはたまたまあるアンサージュニアがチームを離れ、公認ドライバーを探していたんだ。またメルセデスエンジンで活躍していたことから、ウエストマクラーレンメルセデスの代表ロン・デニスから、F1 転向のオファーもあったようだ。すごい岐路に立ってたのね。そして選んだのはカートなのね。確かにチャンピオン取らないと次いけないわよね。ああ。当時はホンダエンジンが絶好調だった。エンジンさえ良ければチャンピオンはとっくに取れてただろうと言われてるぜ。最終、第20戦はカリフォルニア州のオートクラブスピードウェイで開かれるマルボロ500だ。1周2マイルのオーバルトラックを250周するレースだ。グレッグにとってはフォーサイスレーシングとしての最終戦でもある。前年ここでは2位で表彰台。今回なんとしても勝ちたかっただろう。ところが10月30日の予選日の朝、とんでもないことが起こる。パドックエリアで資材運搬用のトラックと、スクーターに乗っていたグレッグが衝突してしまったんだ。
ここに来て交通事故？グレッグは右手の指を骨折。絶対出なければいけない予選に出ることができなかった。それ失格？最後のレース失格？予備ドライバーとしてロベルト・モレノが招集された。予選を欠席してるから出場権はないかもしれないが、フォーサイスレーシングは運営に掛け合った。最後のレースだから、と出場を懇願したんだ。10月30日の夕方には安全に走れるかテストが行われ、グレッグが握りやすいようハンドルを改造したマシンで6周を走り、なんとか運営に合格をもらった。ただし予選を欠場してる以上、最後尾スタートだ。骨折してる手で、最後尾スタート、とんでもない最終戦になってきたわね。10月31日、朝のウォームアップ。グレッグは8番目に速いタイムで走行。怪我の影響は大きくなさそうだった。そして決勝レースが始まる。27番手でスタートしたグレッグは、3周目にはなんと17番手に上がっていた。異次元の走りね。そして5周目でトラブル発生。リッチー・ハーンが第2コーナーでクラッシュ。本人は無事だったが全車速度を落とすよう指示が出る。一直線に壁に激突するまで何もできないなんて、恐怖だったでしょうね。レース再開となったのが8周目の終わりだ。そして9周目からまたグレッグが追い上げ、11番手。グレッグ選手早すぎるでしょ。そして10周目、なんとグレッグもクラッシュしてしまうんだ。リッチー・ハーンと同じく第2コーナーだ。グレッグは普段からコース幅をいっぱいに使って壁ギリギリを攻めていた。この時もそうだ。コース幅は広いところで16メートル。これはオーバルトラックでは広い方だ。まあ時速350キロ以上で走るから、自由度はそんなにないけどな。自由度って？壁にぶつかりそうとか、前でマシンがクラッシュしたから横に避けようとかしても、全然できない。走ってるラインを瞬時に変えられない。時速350キロってそういう世界なのね。ここが2コーナー。ちょっとスローにする。壁との接触はあくまで軽微だった。マシンはほぼ破損していない。破片が飛び散って二次被害が広がるのは避けられたのね。ああ、だがマシンはスピンしてしまうんだ。コースを越え、芝生エリアへコースアウトしてしまう。もうグレッグには制御不能だった。コースにブラックマークをつけながら、コースアウト。マシンもスピンし反対向きになっている。芝生エリアへ入り、マシンが浮き出す。地面に強く接触し、マシンがひっくり返る。そしてコンクリートウォールに衝突する。マシンはバラバラになってしまった。芝生エリアでマシンが浮いてしまったことで、マシンはほぼ減速されずにウォールに当たってしまったんだ。芝生のところで期待されていた、減速の効果は今回ほぼ働かなかったのね。ああ。しかもマシンは上下反転しきる前にウォールに当たった。衝突の最初、一番強い衝撃をコックピットで受けるような姿勢になってしまったんだ。不運が重なりすぎてるわ、グレッグ。グレッグは投げ出されずマシンに留まった。絶望的だがな。グレッグはドクターヘリでロマリンダ大学医療センターへ搬送された。しかしコンクリートウォール衝突時の頭部の損傷が致命傷で、グレッグは助からなかった。レースはペースカーが入った後に、再開された。コースへの影響は外壁部に散らばった破片の除去程度で、事故の大きさの割に影響は軽微だった。レース後、優勝したエイドリアン・フェルナンデス他が記者会見に臨んだ。しかし皆泣いてしまい、勝利を祝うムードはなかった。最初、外壁に当たったのはグレッグのミスなの？いつも壁ギリギリを攻めてたみたいだし、一体何があったの？チームの責任者の声明によると、不明だ。少なくともマシンは問題なかったそうだ。ってことは運転ミスか、リッチー・ハーンが5周目にクラッシュした時の破片が残っていて踏んだのか、やはり骨折した指の影響なのか？あとグレッグはコンクリートウォールに当たった時の角度が絶望的だったな。リッチー・ハーンのように角度が浅ければ、まだ壁を滑って助かったかもしれない。こうしてみるとだいぶ違うのね。翌2000年、グレッグのカナダモータースポーツへの殿堂入りが決定した。また、グレッグのゼッケンナンバー99を永久欠番とすることが決まった。コースについてもコースアウト時にマシンが姿勢を保てるよう芝生の一部がアスファルトに変更された。他にもグレッグ・ムーアレガシーアワード賞の創設、グレッグ・ムーア基金の設立など、グレッグへの感謝、そして冥福への願いから様々な活動が行われたんだ。以上、今回はグレッグ・ムーアの生涯と、1999年カート最終戦マルボロ500事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。